売春少女を5日間拷問し撮影した男。彼は一体何をもってその凶行に及んだのでしょうか。2014年4月、アメリカミシガン州ワイオミング。これが少女と会う直前の映像か。この後公園で待ち合わせたみたいだ。警察が真剣な眼差しを向けているのは一人の男を映したカメラ映像。薄暗い部屋の中を行ったり来たりするヒゲ面のその男はブレイディ・オーストライク。彼はこの後ネットで知り合った18歳の少女を部屋に招くつもりでいました。ただ異様なのはオーストライクが片付けをしているその部屋の様子。天井から吊り下げられた用途不明のロープ。部屋の隅には何を飼うわけでもなく置かれた犬用のケージ。そしてオーストライクの手の中で光っているのは一本のナイフ。客人を呼ぶ部屋にしてはいささか不可解な光景がそこには広がっていたんです。そう、彼がせっせと準備しているその部屋は少女のために用意した拷問部屋だったんです。少女を監禁し5日間の拷問を行った男。その間少女を撮影し続けた男の目的とは。自暴自棄の男の強行の末に待っていたのは誰も救われない悲劇の結末だったんです。おさすけんちゃんです。ねみやみかですというわけでね、夏ですよ、やみこさん。そろそろ夏といえばベイビーキューです。ベイビーキュー。ベイビーキューです。すいませんすいません、日本語で言うとバーベキューです。炭火の肉大好きで、焼肉とかもね、炭火焼肉行きたい。なんか炭の香りがついてるだけでだいぶ味って違うわよね。いやだからね、もうほんとね、アルゴでね、バーベキューのライブ配信企画でもやりましょうかね。私炭大好きだから炭食べちゃう。気持ち悪いなお前。口ん中牛タンできちゃうお前。本日ご紹介するのはアメリカミシガン州で起こった非常に恐ろしい事件について。犯人の男は自宅の地下室に誘い込んだ少女を5日間も監禁拷問していたんです。地下室で監禁して拷問でしょ。そう人として扱ってないしってほんと気持ち悪いのよ。どんな快楽殺人鬼なのこいつって。実はですね、この犯人は最初からね、殺人衝動を持っていたわけではないんです。ですが、ある悲しい出来事をきっかけに犯人は表変してしまうんです。そして男はどのようにしてまだ10代の少女を自宅に連れ込んだのか。2人の出会いはネット社会に潜むリスクを如実に表すものだったんです。言いなりの少女。2014年7月16日、アメリカミシガン州ワイオミング。薄暗い地下室に響いていたのは弱々しくすすり泣く少女の声。消え入りそうなその声は少女がもう何日もその部屋から出られず憔悴しきっていることを物語っていました。そして扉の向こうから聞こえてきたのはゆっくりとこの部屋へ近づいてくる足音。その足音に気がついた少女は思わず顔をこわばらせます。もうやめて。少女の願いも虚しく開かれたその部屋の扉。部屋に入ってきた男が電気をつけると闇に隠れていた少女の姿もあらわに。男が視線を向けた先で少女は犬用のケージに入れられていました。彼女の名はブルック・スローカム。そして目の前に立つヒゲ面の男は数日前に知り合ったばかりのブレイディ・オーストライク。初対面のオーストライクと何気なく待ち合わせをした少女ブルックはそこから何日も狭いケージに閉じ込められいたぶられるなどとは予想だにしていませんでした。彼と全部やり直すつもりだったのになんでこんなことになっちゃったの。少女ブルックは悲痛に顔を歪ませながらその男と出会うまでの数日間を思い返していました。怪しげな地下室へ連れ込まれる数日前、ブルックは彼氏のチャールズ・オッペナーと2人で熱心にパソコン画面を眺めていました。2人が見ているのはコミュニティサイトクレイグスリスト。個人サービスの広告掲載ができるこのサイトを介し2人はある人物とやり取りを交わしていたんです。その人物とはそうこの後少女ブルックを地下室へ監禁してしまうブレイディ・オーストライクでした。120ドルでどう ?OK だ。その値段でよろしく頼む。何やら金銭絡みのメッセージを交わしていた少女ブルックとオーストライク。実はブルックは彼氏のチャールズと共に売春相手を探していたんです。どういうこと？なんで彼氏本人がなんで彼女の売春相手を探すわけよ。当然ね、ブルックの本意ではないんですよ。でもブルックはですね、彼氏のために売春相手を探さざるを得なかったんです。こうしてオーストライクと売春の約束を取り付けたブルック。2014年7月12日、ミシガン州ワイオミングの森林公園ジェゾンパークへ足を運ぶと、そこには確かに大きなガタイのヒゲ面の男が待っていました。オーストライクさんですか？そう声をかけた少女ブルックの隣には彼氏のチャールズの姿も。彼はブルックに続いてオーストライクにこう声をかけます。代金は先払いでお願いしますよ。それと何かあったら困るんで行為の間は俺も同席しますから。まるで彼女のブルックとオーストライクの売春を斡旋しているかのような口ぶりのチャールズ。そう実のところブルックは彼の指示で小遣い稼ぎの売春を強要されていたんです。しかもこの時ブルックは妊娠8ヶ月でした。
えられない。妊娠8ヶ月、母子ともに危険よ。そんなことさせたら。なんでそんな女性に売春なんかさせるわけよ。もうこのチャールズっていう男とは絶対に別れた方がいいに決まってるんですけど、間違いないわ。なんでそうできなかったのかっていうと、当時のね、ブルックの精神状態が関係していたんです。というわけで本日のメトラーキーワード、妊娠後期の精神状態について。妊娠中の女性は女性ホルモンの乱れによって情緒不安定になりやすい傾向があります。個人差はあるんですが、自分には価値がないと感じる、考えがまとまりづらく物事の整理ができない、集中力や記憶力が落ちるといった状態に陥ることも。特に妊娠8ヶ月など妊娠後期になると、赤ちゃんも身長約40センチ、体重約 1600g と大きく成長し、お腹の中でたびたび動くように。単純に重いだけではなく、子宮が肺を圧迫して呼吸がしにくく、体にかかる負担は想像以上に大きくなります。出産日が近づくことで出産に対する不安に駆られることも多く、非常に不安定な時期なんです。ブルックはそうした精神状態の中で、どんなにひどい彼氏だとしてもチャールズに頼らずにはいられなかったのでしょう。そしてブルックはお腹の子供のためにも絶対にチャールズに従う必要がありました。実はこの2週間前に一度、ブルックとチャールズは破局。この子のためにも絶対に父親は必要。そう考えたブルックはチャールズとの復縁を強く望みました。するとチャールズは売春での小遣い稼ぎを条件として提示したんです。最低だな。子供にね、父親がいなくて不安っていう気持ちはわかるけど、こんな父親だったらいない方がマシなくらいじゃない。ちょっとね、妊娠中でね、不安だったっていうのももちろんわかるんですけれども、それにしてもね、周りが見えなさすぎなんです。ここで気になるのは、彼氏のチャールズが売春に同席すると言っていたことなんです。監禁されていたのはブルックだけだったんですけど、チャールズは一体どこへ行ってしまったんでしょうか。$120の代償。約束の$120だ。ブルックの彼氏チャールズから代金の先払いを要求されると、ぶっきらぼうに財布からお金を取り出したオーストライク。そしてそれはチャールズがそのお金を受け取った時のこと。オーストライクはチャールズに隠し持っていたナイフを突き立てたんです。うめき声を上げ、その場に崩れ落ちたチャールズ。そこからオーストライクは身動きの取れなくなった彼を容赦なく殺害してしまうんです。そんな突然の出来事にあっけに取られ、身動きもできずにいたブルック。彼女は訳もわからないままオーストライクに拉致されてしまうんです。チャールズ殺されちゃったじゃないのよ。こっからブルックが監禁されちゃうわけ、オーストライクに。もうね、ここからのね、オーストライクの犯行内容っていうのは、もう口にするのもおぞましいほどのものだったんです。その後、オーストライクの自宅へ連れてこられた少女ブルックは、押し込められた地下室に広がっていた異様な光景にただ戦慄しました。その部屋にはおびただしい数の銃やナイフのコレクション、その他アダルトグッズが所狭しと並んでいたんです。お願い、家に帰して、警察には絶対に言わないから、約束するから。ブルックはオーストライクの足元にしがみつき、必死に懇願するのですが、彼は返事もせずに何かの準備を進めるんです。オーストライクが手にしているのは、天井に取り付けられた滑車から垂れ下がる鎖。それはブルックを吊るし上げるための高速具でした。やめて。抵抗も虚しく宙吊りになってしまった少女ブルックを満足げに眺めていたオーストライク。ここからブルックは5日間にもわたり無理やり違法薬物を吸わされながら繰り返し暴行を加えられるんです。オーストライクはその部屋にビデオカメラを仕掛けており、拷問の様子は一部始終撮影されていました。聞いてるだけで本当に苦しくなってくる話を、この地下室閉じ込められてさ、助け求める声も届かないじゃない、外に。どうなっちゃうわけ、ブルックは。それがこの後、実は警察がね、オーストライクの犯行だと突き止めるんです。5日間の拷問監禁の末、ブルックは一体どうなってしまったんでしょうか。愛されなかった2人。こいつはひどいな。少女ブルックが監禁されてから4日後の2014年7月16日、警察は森林公園の木陰に隠されていたチャールズの遺体を発見。そして同時にその場に居合わせた警察官は誰もが思わず顔をしかめていました。なぜならチャールズの遺体からは首がなくなっていたから。犯人のオーストライクはチャールズを殺害した後、現場から彼の首を持ち去っていたんです。ここから警察は亡くなったチャールズが犯人のオーストライクと連絡を取っていたことから、すぐさま彼を容疑者として特定。同時にチャールズの恋人ブルックが行方不明になっていたことも判明するんです。こうして翌日、警察はオーストライクの自宅を家宅捜索するべく捜査令状を請求。令状が届くのを待ちながらオーストライクの自宅付近で張り込みを行っていたのですが、2014年7月17日午後9時15分、警察は犯人オーストライクの自宅周辺で息を潜め、彼の動向をじっと見守っていた。その時、
激しいエンジン音とともにガレージから飛び出してきた黄色のシボレー。まずい、逃げられるぞ。警察は車を急発進させ逃亡を図ったオーストライクの車を追った。街中を猛スピードで走り抜けていくオーストライクの車。警察は必死でその後を追うが追いつける気配はない。くそ、いつまで逃げるつもりだ。そう言って警察が苛立ちを募らせていたその時だった。カーブを曲がりきれず建物に衝突したオーストライクの車。次の瞬間、現場に鳴り響いていたのは乾いた銃声。警察は慌ててオーストライクの車へ駆け寄るが、彼は頭から血を流しすでに息絶えていた。オーストライク死んじゃったの？でも捕まるぐらいなら死んだ方がマシだったってこと？何？じゃあブルックはどうなったの？この事件はですね、想定し得る中でも最悪の結末を迎えてしまったんです。警察がオーストライクの車を調べると、トランクの中からは絞殺されたブルックの遺体が見つかりました。そして残念なことに、彼女がその身に宿していた子供もすでに手遅れの状態。オーストライクが自宅から逃走を図ったのは、警察の張り込みに気がついたからではなく、おそらくチャールズの遺体発見のニュースが流れたため。オーストライクは口封じのためにブルックを殺害し、遺体を処分するため自宅から出てきたと考えられたんです。ちなみにその後、警察が捜査を進めても切断されたチャールズの首が見つかることはありませんでした。何よりも気になるのは、オーストライクがなぜネットで知り合っただけの何の恨みもない少女を5日間にもわたり拷問したのかということ。それは一見すると単にオーストライクの異常性癖にも思えるのですが、彼の家族の話を聞いているとそれだけが理由だとは思えないんです。兄はとても優しくて寛大な人でした。事件に際しそう語ったのはオーストライクの妹。オーストライクは幼少期からキリスト教を信仰し、教会のボランティアにも積極的に参加していました。また電気技師だった彼は仕事面でも真面目さを買われ、20代で管理職に。周囲からの評価は非常に高かったんです。そんなオーストライクが変わってしまったのは事件が起こる約1年前のこと。彼には長年交際していた婚約者がいたのですが、結婚式の1ヶ月前に突如破局。話を聞いたオーストライクの妹は、兄は騙されていたと悟りました。オーストライクの婚約者は彼の元を訪れてはたびたびお金をせびり、結婚が破談になった際には日本円で200万円以上もする婚約指輪の返還も拒否したといいます。婚約者はオーストライクを完全に金づるとしか思っていなかったんです。婚約もできるだけ多くのお金を引き出すための手段でしかなかったのでしょう。オーストライクが見ず知らずの女性の拷問に走ったのは、売春目的の女性たちにお金のことしか考えていなかった元婚約者を重ねてのことだったのかもしれないんです。ブルックとその彼氏とお腹の子含めて3人殺してるわけでしょ、そんなやつ絶対擁護できないんだけど、確かに婚約者にこんなことされたら人間不信にはなりそうだとは思う。まあね、そもそも警察を選んだのは、警察にね、見つかるに決まってるって絶望してのことだったのかもしれないですけど、それより前にそもそもオーストライクは人生そのものにも絶望してたんじゃないかなって思うんですよね。その可能性あるわね。ブルックはオーストライクに会う以前にもネットで知り合った男性とたびたび会っており、父親からそのことの危険性を諭されていました。それらの男性とのやり取りも彼氏のチャールズの指示だったことは想像に難くありません。彼氏の小遣い稼ぎのために売春を強要されていた少女ブルックと、婚約者に金づる扱いされた挙句裏切られてしまったオーストライク。殺人は何があっても許されることではありません。ただ2人がそれぞれ思いやりあるパートナーに出会えさえしていれば同じ結果にはならなかったように思えてなりません。